フロントウィング、グッドスマイルカンパニーのタッグが送るノベルゲーム最新作。企画、シナリオ、今野アスタ。キャラクターデザイン、渡辺昭夫。私を人にしてください。花がどうして美しいか、それがわかるようになれば、私は人になれます。伏せた僕を一人、君の気配で目を覚ましてたんだ。大切に抱えてた胸の痛み、君の一言が手放す勇気くれた。結んだ指先ほどけるたびに、それでも未来がないはずの答えを求める。この感情線たどったその先、君が笑うな。本当の愛信じてたバカみたいさ。色あせた季節と現実混ぜてやめてな。君の香りが消え、夏が終わってく。グッドスマイルフェス2026新作ゲーム特集です。始まりました。さあ、グッドスマイルカンパニーがお送りするさまざまなゲームの情報をお届けしてまいります。こちらの番組もいよいよ最後のコーナー。こちらでは新作ゲームの最新情報をたっぷりとお伝えしてまいります。そして進行は再び松沢が担当いたします。よろしくお願いいたします。まずはですね、フロントウィングから新作の心、そしてグリザイアシリーズ最新作グリザイア集結の百科 PV をご覧いただきましたが、ここで心からまず素敵なゲストの方お越しくださいました。この方です。皆さんこんばんは。ゲーム心で心ちゃんを演じさせていただきます陽宮ひなです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。わー、陽宮さん。はい、陽宮さん、陽宮さん。でも基本的には陽宮さんって呼んでいただくことが多いんですけど、でも陽宮さんって呼んでくださる方もいらっしゃるので、特に決めていたことはなかったかもしれないです。ご自身の名前だけどフリーダムですね。そうですね、フリーダムですね。じゃあそんなフリーダムな陽宮さんと本日ねこちらのコーナーをお送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ね取り上げてまいります。タイトルをご覧いただきましょう。フロントウィングとのタッグで送る新作心。15年続くグリザイアシリーズの最新作グリザイア集結の百科。美少女プラモデルの世界観を拡張したワルキリーチューン機械仕掛けの愛。前作魔法少女の魔女裁判も話題となりました魔法少女の飲酒村。その他機動警察パトレイバーの新作アクションゲーム
機動警察パトレイバーザ・ケースファイルズなどさまざまな新作情報をお届けいたします。それぞれのコーナーで出演声優の皆様にもお付き合いいただきますので、どうぞ最後までお楽しみください。そして本日の放送に合わせて行われるキャンペーンのご紹介です。ココロの公式 X アカウントをフォローの上、対象のポストをリポストしてくださった方の中から本日ねご登壇いただきますココロ役陽宮ひなさんの直筆サイン色紙1名様にあたるキャンペーン実施中です。そして実物がございます。こちらこちらです。かわいい。じゃ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 ん。陽宮さんのサインはいつもこんな感じで丸い。そうですそうです。すごい確かぴっに。たり。なんかね、あれこの子ココロちゃんみたいな、なんかコロコロっとね、コロコロっとしてますね。心。かわいい。欲しいね。確かになんか、でもあれですよ。キャラクターこれはココロちゃんじゃないですからね。皆さんこれは私のそうです。私私ではないんですけど、私のサインです。ココロちゃんは別にいますので。そうなんです。はい。このちょっと可愛いサイン1名様に必ず当たりますので、ぜひ対象ポストリポストお願いいたします。そして番組ハッシュタグはハッシュタググッドスマイルフェスとなっておりますので、こちらで感想、そしてね皆さんも一緒にね番組ご参加ください。よろしくお願いいたします。お願いします。さてゲームの紹介に移る前にですね、ノベルゲームといったジャンルについてちょっと陽宮さんご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、私から紹介させていただきます。ノベルゲームとはテキストを読むことで進めていく形式のゲームで、魅力的なストーリーをフルボイスで楽しめます。選択肢でルートが分岐して異なる展開や結末を迎えることもあります。またゲームによっては探索や推理の要素が存在します。はい、なので物語、読み進める楽しさはもちろんですけれども、なんか本当その小説の中に入って歩いていくような、本当に、その人によっては本当いろんな分岐点、先ほど説明させていただいたように、いろんな展開があるので、ぜひ自分のペースで進めていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。さあここからはですね、Steam ストアオープンしてウィッシュリストの登録も始まりました。フロントウィングとグッドスマイルカンパニーがお送りする新作 PC ノベルゲームココロについてたっぷりとご紹介してまいります。でこのココロ、ゲームタイトルと、そして主人公や登場人物、陽宮さんのねこの主演というか、ココロちゃんということで、ね、ちょっと詳しい内容を伺ってまいりますのでよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。まずはこちらのココロ作品の概要から見てまいりましょう。本作は企画シナリオを今野アスタさん、そしてキャラクターデザインを渡辺昭夫さんが手掛ける全年齢向けのノベルゲームとなっております。Steam ほか各種配信サイトで販売いたします。ではそんなココロ、一体どういった作品なのか、あらすじをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、それではご紹介させていただきます。ココロは世界規模で起こった AI の暴走によって崩壊したかつてのユートピアつくも市が舞台となります。小さい頃逃げ込むように通った植物園で出会った女の子、幼かった主人公ひなたは彼女に救われ恋をし、お別れの日にプロポーズをします。時が経ち、夏休みを利用して故郷へと帰ってきたひなたは、花の世話をする幽霊が出ると噂の植物園へ立ち寄るのですが、そこで出会ったのは人になることを願うヒューマノイドの少女。でも目の前に現れた青年ひなたが誰か彼女はまだ気づいていません。という故郷を失った少年と結婚を夢見るヒューマノイドの少女の物語になります。フィアンセがいるのですってね。急に出会って、なんかすごいワードが気になる言葉がいっぱい出てきて、どれからみたいな、どれから触れていいのかちょっとわからないんですけど、でも、そうですね、ココロちゃんは、ちょっとその人の感覚がまだわからないので、花がどうして美しいのか、これを理解することができれば、自分は人になれる、人の考えが身につけるっていうふうに考えていて、なので
お花で夏の白雪っていうお花があるんですけど、このお花が数年に一度しか咲かないんですね。数年って1年から10年までどのくらいなんだぐらいの。いや本当にそうなんですよ。はい、数年そんな花を今大切に育てているというね。だから PV にもあった私を人にしてくださいっていうのがどうなんでしょう。このでも夏の白雪がすごくキーポイントですよね。そうですね、キーポイントじゃないんでしょうか。確かに。ただ我々も生まれてからどうやって人になったかなっていうのは、そうなんですよ。私もその台本を読んでいて、はい、改めて人とは何だとすごく考えさせられまして、何を感じるから人なのか、何をこう一緒に、一緒の考えができることがじゃあ人なのかとか、本当にこう物語が進むにつれて、一体こう人間であるとは何なのかをすごく考えましたね。なんかだからプレイヤーというか自分自身も一緒に人について、なんか再度確認するというか人になっていく感覚になりそうですね。すごく思いますね。生きるって何なんだろう、この世界って何なんだろうみたいな、なんかそのヒューマノイドと人間の違いって何なんだろうとか、いろんなことを深く考えられるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとそんなお話もね後ほど伺うとして、ここからはまず登場キャラクター触れてまいりましょう。ではご紹介お願いいたします。はい、それではまず三峰ひなたくんです。はい、本作の主人公で高校生の少年です。夏休みに叔母のキリカに会うためにかつての故郷薬剤で崩壊したつくも市へと帰ってきました。幼少期、母を亡くしたショックで言葉を喋れなくなった経験を持ちます。逃げ込むように通っていた植物園で不思議な女性と出会い、恋をしました。つくも市の市長だった父との関係はうまくいっておらず、薬剤後いろいろあってキリカに引き取られていました。年齢の割にしっかりしているのですが、同時にどこか達観しているのはそういった幼い頃の経験のせいです。帰郷したつくも市で誰もいなくなった植物園の管理を続けている初恋の少女と再会することになります。そうか、主人公はこの子で、そうなんですよ。そしてヒロインというか、主演はヨミヤさんですけれども、心ちゃんと出会ってどうなるんでしょうね。じゃあちょっとそんな心ちゃん、いただきます。ご紹介させていただきます。私が演じる心ちゃん、まずこちらをご覧ください。本作のヒロインで少女型ヒューマノイドです。型番は CCR01 です。薬剤で廃墟となった植物園に取り残され、一人で管理をしています。見た目は人間そのものですが、まだプロトタイプのヒューマノイドで発言や行動からボロが出ます。でも本人は私は人ですと言い張ります。そしてフィアンセがいることをいつも自慢していて、植物園に植えられている夏の白雪が咲くと彼が会いに来てくれると信じています。ひなたと出会い、植物園の外の世界を知っていくというキャラクターです。そっか、それでずっとお花が咲くの待って、なんかそうなんです。この表情がまだね、無機質と言いますか、ここからどうなっていくのかすごく楽しみなんですけれども、ぜひ見ていただきたいです。プレイヤーの皆さんにこの心ちゃんの表情見ていってほしい。きっと変わっていくのではと思うんですけれども、どうでしょう。心ちゃんお声ね吹き込まれて、大変でした？いやー大変でした本当に。多分人になるまでというか、いろんなきっとありますよね、表現というか。そうですね、やっぱり本当に結構何回も分けて収録をさせていただいているんですけど、やっぱりこうヒューマノイドの子ということで、どういうふうに感じるかプログラムされている状態なので、やっぱその期間を空けても同じ感覚にいないといけないというのがもうやっぱりすごく難しくて、でその発生期間も変わらないんですよ、やっぱりヒューマノイドって、なのでその発生期間を空けても人間としての体だけど、そこからヒューマノイドの声を出していくっていうのがやっぱりすごく難しくて、やっぱり今までにないくらいお家での発声練習
をして臨みましたね。あとこれはやってて思ったことですか？なんか息吸わないようにしようっていうのはすごいめちゃくちゃやってました。そうですね。はい、一つヒューマノイド、機械と言っていいか分かりませんが、はい、特徴というか、そうか、機械が人になるのも難しいけど、はい、人が機械になるのももっと難しい。難しかったです。なんか心があるない、はい、まずそれは置いといたとしても、酸素が必要ないっていうのは、もう絶対あることなので、その酸素を吸うっていうその行動を自主的に行わないでいるので、文章の長文とかあったりすると、そのっていう呼吸音が入らないようにしたりとかしていましたね。ちょっと楽しみですね。本当にちょっと変化と頑張いうか、りました。呼吸だったり体温とかも本来はないというか、そうですね。それがだんだんですもんね。うんうん、わあ、じゃあちょっとその心ちゃんの変化も楽しみですが、実はまだまだね、さまざまなちょっと登場人物がいらっしゃるということで伺ってまいりましょう。はい、続きまして龍崎かさねちゃんです。はい。ひなたと同い年で近所で育った幼なじみです。地元の顔役だった祖父の精神を受け継ぎ、厄災で行き場をなくして困っている人々を助けており、頼れる姉子として周囲から慕われています。はい、子供の頃はひなた、かさねと名前で呼び合っていた2人ですが、再会してからは名字で呼び合っていてというキャラクターです。幼なじみの方。そうなんですよ。関係性も気になるんですけど、日も気になります。いやもうそう私もちょっとこのお洋服を見たときに、この紐は一体なんだとちょっと考えてしまいました。上からつながってます？そんなことはないのかな。どうしましょう。ね、ちょっと気になっちゃいますね。姉子なんでね。はい。ただやはり小さな頃からの関係値がそのままでないという少し距離感がね気になって。そうなんですよ。ちょっとこちらの2人にも関係性がいろいろありまして、ぜひプレイしてそちらも見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いてこの方ですね。はい、続いては甘井大地くんです。かさねと同じくひなたの幼なじみです。喧嘩っ早いのですが妹思いな一面もあり、妹の小雨が厄災で事故に巻き込まれたのを理由に市長の息子であるひなたを嫌っています。商店街にあるケーキ屋の息子なのですが、店は開店休業状態でくず鉄拾いなどをして生計を立てているというキャラクターです。嫌われちゃってるんですね。ちょっとそうみたいです。立場的にね。はい。ああ、そっか。出ていけよってなってるけど、そこもでもまたどうなっていくのかはね。そうですね。あとやっぱり今野アスタさんすごく人と人の距離感とか人間関係大切にされてる方だと思うので、きっと何かあるんじゃないかなって思ってます。もう私の心はもうぜひ早くプレイしていただきたいという気持ちで。ちょっと気になりますね。ここも。はい。そうなると今妹さんのお話出てきましたね。ありがとうございます。ぜひ紹介させてください。はい、続きまして、甘い小雨ちゃんです。どうぞ。大地の妹で中学生の女の子です。厄災の事故で足が動かなくなり、現在は車椅子で生活をしています。内気で繊細なのですが、かさねちゃんを姉のように慕っていて、その親友であるひなたにも懐いています。小さな子供たちのために人形劇を主催したりと面倒見のいい一面があります。いや、こういう妹さんいたらやっぱりお兄様としてはね、頑張らなきゃって思っちゃうし、本当に可愛いんですよ、小雨ちゃんが、めちゃくちゃ可愛いんです。なんかいじらしさを感じますね。可愛いですし、でもひなたには懐いてるんですね。そうですね。ひなたにも懐いてます。ですし、ちょっと心ちゃんともね、なんかあるんじゃないかなって。そうなんですよ。もう私は可愛いなという気持ちでいっぱいなんですけど、そんな心ちゃんとの会話みたいなものもぜひ楽しみにお待ちいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして木月きりかさんです。こちらです。はい。
ロボットの研究者で現在は薬剤調査チームの主任としてつくも市に来ています。ひなたにとっては亡くなった母の妹で薬剤の後引き取って育ててくれた保護者でもあります。薬剤のせいでロボットや研究者は世間から危険視されるようになってしまいました。見た目はクールな印象ですが、甥っ子のひなたと2人の時は優しい顔になります。さらに疲れている時は幼女化し、ひなたに甘えようとする可愛い一面もあるというキャラクターです。そうか、この方がひなたくんがお世話になっている、おばさんとはとても言えないですけれども、ご親戚ですよね。幼女か。いやー、ちょっと私は早く聞いてみたい。そうですよね。この方と一緒に暮らしてるというかね、引き取ってくださって。でもロボット研究者ということは、やっぱり心ちゃんはヒューマノイドの子なので、そのつながり、接点みたいなものも、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。すごい、ちゃんと皆さん絡み合ってくるんですね。そうなんですよ。なんかそこも醍醐味の一つなんじゃないかなと思います。そして続きまして村雲幸太郎さんです。調査チームの駆除隊に所属している男性です。軽薄そうではありますが、どこか憎めない人の良さがにじみ出ています。そのせいか隊長から厄介事を押し付けられがちです。キリカとお近づきになりたくてひなたに声をかけてくるというキャラクターです。なんか一番ホッとしますね、こういう方いると。そうですね。やっぱこういう方はいてほしい。なんか駆除隊の皆さんはもう任務的に、いかつそうじゃないですけど怖そうな印象があるんですけど、この方は本当に気さくなお兄さんという感じで、だってキリカさんにお近づきになりたいだけで。そうなんですよ。ちょっとひなたくんに声かけてきてくれる。いろんな方がいますね。いろんな方がいます。ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれが抱えた過去であったりね、状況であったり、ちょっとどうなっていくのか楽しみなところで、それではここで本日公開されたばかりの心オープニングムービーご覧いただきましょう。どうぞ。止まったままのあの日の約束を今二人で描こう。声にならず置き去りのままの言葉たち、迷子のように僕のことばかりいつまでも見てる。伝えたいこと君にあるからかすかなシグナル、空の彼方送るよ。届かなくてもやがて動き出す君の心書き換えられてく、その胸の中走るプログラム、まだわからないから僕も同じ君と同じ恋をしてる。初めてご覧になりましたよね。初めて見させていただきました。もうなんかその収録していた時の、このシーンかなとかいろいろ蘇ってきて、なんかもう心がいっぱいいっぱいになってきました。いいんですか？なんか最後の方とかね。なんかちょっと見ちゃいましたか？見ちゃいましたか？おそらく2人の中でね。
いろんな思い出ができていくのかなっていうのと、あと幸太郎さんもねちゃんとかっこよかったですね。フォローしていただいてありがとうございます。いやーちょっと気になるシーンたくさんございましたが、まずこちら心オープニングムービーご覧いただきました。そして映像に乗せてお届けしたこのオープニング曲ですが、ナノサイズミールの水谷瑠奈さんが歌うシグナルという楽曲でして、作詞は桑島義和さん、そして作曲編曲が松本文則さんとなっております。もう歌が乗って映像でもう本当初めてでしたもんね。どうでしょう。本当にもう歌だけでも本当に素敵で、もう一回聴きたいって今なっちゃってるんですけど、でもきっと本当プレイした後にこの曲を聴くのとまた違った景色が見えるんだろうなと思って、本当ぜひ早く手に取っていただきたい気持ちです。そうですね、オープニングの歌詞とかもね、またじっくり堪能したいところですが、ただ陽宮さんご自身も結構歌唱ってこれまでされてきたと思うんですけれども、もう本当にありがたいことにキャラクターとして歌わせていただいてました。そうなると今回は歌います。やったー。すごい壁が初解禁です。はい、心ちゃんとして、エンディング楽曲を歌わせていただくことになりました。エンディング、はい、ゲーム作品のエンディング。そうなんです。嘘、どうしよう、一番だってプレイヤーとしては、あのところで流れるのかなとか思ったら、もうていうか、そうか、私これから収録するんだ。じゃあまだ何も何も知らないんですよ。心ちゃん。そうなんです。何も知らない心、何も知らない陽宮かもしれない。はい。でも心ちゃんのなんだろう、キャストとしてなのか心ちゃんなのかは分かりませんけれども、歌ってこう気持ちじゃないですか。どんな楽曲になるのかもじゃあもうね。そうですね。なんかお芝居の時のディレクションはもちろんありましたけど、歌唱の際にどういった形でディレクションをいただけるのか、どの心ちゃんなのか、ちょっと楽しみだなと私も思います。そうですね。じゃあこれはちょっとぜひ皆さんもちょっと楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。楽しみにしております。ありがとうございます。さあ続いてはなんとですね、ここでさらに心の実際のゲーム画面、どこよりも早くご覧いただきますので、ではよろしくお願いいたします。はい、それではこちらをご覧ください。これは私の判断ミスでした。優しくします。今日は頑張りましたね。偉いです、日向さん。私を助けようとしたのは明らかな判断ミスでしたが、それはひとまず置いておいて偉かったですね。よしよし。こんな感じなんですね。いやー、なんかイラストを見るとすごいですね。入っちゃいますね。やっぱり一番最初に出てきた姿がまだ本当に無機質で、こっからっていう感じのね。本当に、なんかここに至るまでのものもぜひ見ていただきたいですね。でも撫でてる時はちょっとあれ体温がこもってきたのかなみたいな。でもここからさらにどうなるんでしょう。でも本
ともうそのもう役者としての視点なんですけど、もうやっぱすごく難しくてでしょうね。距離感、気にしないでやった方が多分、ヒューマノイドっぽくはあるとは思うんですけど、でもそれをやるのかどうかみたいな。一応ヒューマノイドではあるんですけど、いろいろプログラムされてるんで、きっと知識はありますもんね。そうなんですよ。知識があるんでボリュームを抑えることはできるんじゃないかとか、いろいろ考えてました。機能として行うみたいなのありますもんね。そうですね。でここに心が乗っているのか乗っていないのかっていうのは、本当プレイしてくださった方が感じ取っていただけたら嬉しいかなと思います。わあ、ちょっと楽しみですね。ありがとうございます。ね、なんかちょっとずれたところもでも良かったですね。最初のまだやり取りがね。そうなんですよ。愛らしいんです。ね、やっぱテキストもねすごく注目なところでして、本当にこれだけではなく他にも魅力的なシーン盛りだくさんですので、ぜひ皆様プレイしてその目で、ご自身の目でお確かめください。さあ、ではここで大事な製品情報のお知らせです。お願いいたします。はい。フロントウィングとグッドスマイルカンパニーが送る新作 PC ノベルゲーム「心」は Steam や DMM ゲームズ DL サイトにてこの夏に配信予定です。今作はストーリー重視で読み応えのあるボリュームとなっていますので、ぜひ Steam ウィッシュリストをご登録の上、続報をお待ちいただければと思います。荒廃した世界で心ちゃんは人になれるのか、そしてひなたくんとの恋模様はどうなるのか、その物語の結末をどうぞご期待ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。英語とかどうなってるのか楽しみですね。英語、なんかテキストすいません、ローカライズというか、なんか例えば日本語だとこういうテキストだったけど、そういうことか。確かに。英語なんかコングラチュレーションとか最後言ってるのかなと思って。気になりますね。そんなことは言ってないかもしれないですけど。私も気になります。結構だから海外の方とかもちょっとプレイしてほしいですね、たくさんね。ぜひ、本当にお手に取っていただきたいです。お声は多分読み屋さんだと思います。そのまま。ありがとうございます。続いて関連情報です。グッドスマイルフェス2026の開催を記念して秋葉原秋葉 CO ギャラリーにてグッドスマイルフェス2026グッスマゲーム企画展開催中です。グッスマゲームが展開する魅力的なタイトルの展示、グッズの販売を行います。さらにこちら、遊佐野先生そして渡辺昭夫先生による書き下ろし、大人気ノベルゲームアトリマイディアモーメンツと心のスペシャルコラボイラストの展示、グッズの販売、そして今月で発売1周年を迎える奏の抱き枕カバー付き特装版、数量限定で販売いたしますので、こちらもお見逃しなく。かわいい。なんかめちゃくちゃかわいい。指見て、ピース。かわいい。ぎこちない。本当だ。やっぱり心ちゃんのイラストも数少ないので、まだね。そうなんですよ。なんかこうしてコラボして一緒に並んでる姿とかは本当見てて、なんか可愛いというか、嬉しい気持ちになりますね。もうご自身でも若干成長を見守る感じ。いやもう本当にそうなんですよ。そうですね。はい。ヨミヤとしてはもうちょっと最後まで見守らせていただいてたので嬉しいです、本当に。皆さんももう親御さんになった気持ちで、もうぜひ見守っていただきたいです。心ちゃんをよろしくお願いいたします。お願いします。皆様ね、こちらもぜひ足をお運びいただきたいと思います。そして本日放送に合わせて行われますキャンペーンがこちらです。おさらいですね。公式アカウント、心公式 X アカウントをフォローの上、対象のポストリポストしてくださった方の中から、心のお声担当されてますヨミヤさんの直筆サイン色紙1名様に当たります。ぜひこちらと、そしてウィッシュリストの登録企画展キャンペーンの応募よろしくお願いいたします。以上、心からのお知らせでした。さあ、ではあっという間ではございましたが、本当に発売楽しみですね。いや、私もすごく楽しみですし、皆さんにどう感じ取っていただけるのか、それをやっぱり楽しみですね。ですので最後にではね、楽しみにされている皆様にメッセージお願いいたします。はい。まだ話せる内容も数少ないんですけれども、制作陣の皆様と一緒に私も魂を込めて、演じさせていただきました。ぜひ心ちゃんと一緒に、ストーリーを一緒に過ごしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、陽宮さんには心ね、ここまで心の紹介となりましたが、はい、あとこの後も引き続き陽宮さんお付き合いいただいて、ね、はい、よろしくお願いいたよろします。しくお願いします。さあ、続いてはこちらのタイトルです。15周年を迎えたノベルゲームの金字塔グリザイアシリーズの最新作グリザイア集結の百科ご紹介いたします。なんとこちらのコーナーでも陽宮さんに関する重大発表がございますので、重大発表が、ね、絶対何か関係があるんじゃないか、関係があるんじゃないか、そんなリアクターとして呼ぶはずがない。今は何も喋れないので繰り返す私ができないんですけど、なので引き続きねお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いします。で、こちらグリザイアシリーズなんですけれどもね、はい、15周年特番、15周年番組で発表されたもうびっくりな情報もございましたが、どうでしょう、ご覧の方ってシリーズプレイしていたよという方いらっしゃるんでしょうか。かれこれね15年前ですのでシリーズいろいろありましたが、ぜひもう新作というかハッシュタグはこのグリ100で、ね、反応をぜひいただけましたら幸いです。ではそのグリザイア集結の百科、どういった作品なのかをご紹介させてください。グリザイア集結の百科はグリザイアシリーズ15周年記念作品として発表されたスマートフォン向けタイトル、そして2026年夏リリース予定です。ストーリーとしてはまず突如天音たちの前に現れた風見雄二の娘と名乗る6人の謎の少女たち。この天音さんというのはね、前作までのヒロインでして、そして風見雄二さんは大変著名な方ですね、主人公です、これまでの。でその彼女たち、6人の謎の少女たちはなんと20年後の未来にいたはずですが、なぜか現在、今に存在しているという状況です。で覚えのない少女たちに母親のように呼ばれながらも彼女たちを受け入れていく天音たち。いきなり娘が6人、びっくりです、はい、でしかしそんな折に新たなガイア教団と名乗るテロリスト集団で、この SARS そしてソード含む政府組織へと宣戦布告してきます。そしてその組織のボスがヒース・オスロを名乗る人物だったのですが、そのおぼろげな陰影がなんと風見雄二の姿と酷似していたのだったといった、ちょっとシリーズを通ってきた方なら非常に気になるこのあらすじですが、先ほどお伝えしたこの重大発表参ります。本作グリザイアの果実迷宮楽園活躍した主人公とヒロインたちの娘6人が登場する物語ですが、ここでその娘たち担当キャストの皆様発表いたしましょう。こちらをご覧ください、どうぞ。榊悠馬役長谷川郁美さん、そして周防祐樹役が陽宮ひなさん、そして松島一里役古賀葵さん、イリスセリナ役長縄まりやさん、小峰幸穂役白洲佐穂さん、風見ひふみ役が遠野ひかるさん、以上の6名の皆様に大決定いたしました。いきなりね6名出てまいりまして、でその中の1人ね、今回陽宮さんが担当されるという発表です。はい、そうなんです。周防祐樹ちゃんを演じさせていただきます。よろしくお願いします。びっくりしませんでした？いきなり6名のお嬢さんですよって言われて、その中の1人ですよっていうのは、お声掛けいただけたことはびっくりしてすごく嬉しかったんですけれども、6人の娘、人数まではびっくりしなかったです。意外とそっか、じゃあ子だくさんだなぐらい。子だくさん、そうですね、大家族だいぶ私これ聞いた時ちょっとびっくりでしたよ。本当ですか？何があってどういう世界線でじゃないですけれども、ただ皆さんそれぞれが私は風見雄二の娘だっていうところで、一体どういう状況というところで、ただキャストの方ね、非常に皆さん華やかですが、他の方ってご存知でした？私はちょっと今日初めて知りまして、じゃあこういう風に喋るのかなって今ちょっとワクワクして、多分皆様と同じような感じで、待っています、この中でどんなやり取りがあるんだろうっていうね、ちょっと楽しみなところで、陽宮さんからではこの周防祐樹ちゃんに関してちょっとキャラ紹介いただいてよろしいでしょうか？はい、私から紹介させていただきます。こちらをどうぞ。はい、天音ゆずりの見た目で、基本活発で明るいのですが、時にヤンデレ気味に陥ることがあります。
一時期マキナと暮らしていたことがあり、稀にちょっと変な片言しゃべりをすることがあります。乗り物と呼ばれるものは直感的に操縦でき、運び屋や配達仕事が得意です。また格闘技能も習得していて、サバイバルにも特化しています。お料理上手なのですが、ゲテモノ好きです。そしてパパのことは今でも大好きというキャラクターです。すごいなんかいろんな要素の入った方ですね。そうですね、本当いろんな特技やら何やらあるんですけれども、お母様のあまねちゃんでなくマキナちゃんと一緒に暮らしていたという部分は気になりますが、第一印象もキャラクターのイメージでも構いません。どうでした？でもそこまで大きくすり合わせはなかったかと思うんですけど、でもこう明るい感じは見た目通りで、読んでいけばいくほど、もうちょっと変わった一面が見られるかなと思います。なんかだからもうどんな展開というかどんな表情が出てくるかがちょっとね、気になるところで、しかし確かにあまねさんそっくりというか、色がね、やっぱり引きついてるなっていうのがあって、だから本当にこの6人のお嬢さんたちがどうなっていくのか楽しみですけれども、そこはねもうリリースされてからのお楽しみということで、もしかしたらマグロマンとかも出てくるかもしれませんから、そういう異端ですシリーズにヒーローというかね。すみません、私の何かで何かなってしまわないかごめんなさい、すいません、すみません、お楽しみということで、ですので改めましてスマートフォン向けゲームグリザイア集結の百科2026年夏配信予定となっております。公式 X をフォローの上続報をお待ちください。またグッドスマイルフェス2026グッスマゲーム企画展では、この娘たちお嬢さん6名のなんとアクリルスタンド販売されておりまして、ゲーム始まってないけどすでにアクスタが出ている。すごいですよね、もう直感で買ってくださいみたいな。もうぜひお手に取っていただけたら、ですのでぜひお迎えください。で最新ね、もう関連グッズ最速で手に入れたいという方はぜひ秋葉 CO ギャラリーまでお越しください。よろしくお願いいたします。グッドスマイルカンパニーとフロントウィングが送る2つのタイトルをご紹介してまいりましたが、ここでさらに新作ノベルゲームに関する情報をお伝えいたします。バルキリーチューン機械仕掛けの愛です。本作はグッドスマイルカンパニー初美少女プラモデルバルキリーチューンの世界観を拡張するビジュアルノベルゲームとなっております。個性豊かな美少女たちとコールドスリープから目覚めた記憶喪失の青年によるさまざまな愛が交錯して共鳴する未来の再起動ストーリーをお届けいたします。なかなかこの美少女プラモデルからってないですよね。すごいですね。プラモデルのシリーズからこうやって世界観を元にしてゲームが作られるってことですもんね。そんなお仕事ありました？いや私はなかったです、だからちょっとどういったゲームになるのか非常に楽しみなところで、すでにプラモデル展開を行っておりますが、なんとゲームの発売発表されて、ここでさらに発売日の発表に参ります。バルキリーチューン機械仕掛けの愛は7月23日スチームにて発売いたします。すでに気になる方、体験版ちょっと公開されてますので、ぜひちょっと触っていただいて、そしてウィッシュリストへの登録お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして最後にご紹介するノベルゲーム、こちらです。 NTT ソルマーレとグッスマがタッグを組んで送るダークロマンスビジュアルノベルオベイミーシナーズチョイスルシファーです。現在スチームにてウィッシュリストの登録を受付中。スチームページでは開発者インタビューなどさまざまなコンテンツを投稿していく予定です。ぜひリストへの登録をお願いいたします。本作は2026年秋リリース予定。楽しみにお待ちください。さあ、それではここまでさまざまなご紹介ありましたが、まずは心、そしてグリ100リリース楽しみにされている皆様に向けて岩宮さんメッセージいただきたいと思います。どちらも大切に演じさせていただきましたので、ぜひ発売、そしてリリース楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみにしております。ありがとうございます。
さあ陽宮さんご出演はここまでとなります。心そしてグリザイア集結の百科から陽宮ひなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはこちらのタイトルのご紹介です。指切り剣変えられるんじゃなかったの？ついた針線もなんでどうして私は指私はだ化け物だ。ここからはグッドスマイルカンパニーとアカシアのタッグでお送りする新作ゲーム魔法少女の飲酒村をご紹介いたします。そして出演キャストからこちらの方々にお越しいただきました。ではまずは自己紹介とご挨拶お願いいたします。信じられる何かを一度でいいから見てみたい。綿貫咲夜役の三木谷奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてはこの方です。なんて正しくない村だ。正しがいがある。二階堂ひろ役の東雲春です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一気にこうちょっと背筋がこうというかね、はい、背景もこのように、はい、まがまがしい、ね、現地ですね。はい、現地、はい、正してほしい。はい、そうですね、正しくなさそうです。いや本当にね。でこちらに関してもご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと前作の説明をねいただきたいなと思いまして、はい、では三木谷さんお願いしてよろしいでしょうか。はい、ではこちらをご覧ください。魔法少女の魔女裁判。こちらアカシア制作のアドベンチャーゲームで販売本数が50万本を突破した大ヒット作となっています。私たち2人も桜庭エマ役、二階堂ひろ役としてこちらに出演しております。はい、SNS であったりあとゲーム配信で非常に盛り上がっている印象がありまして、ですよね。もうまだずっと盛り上がっているというか。たくさん実況していただいて、で三木谷さんはもともとアカシア所属で、そして東雲さん今回その本作からオーディションで、ね、ご出演で、はい、総応募数が605件。そうなんです。なんかそれをなんか計算してるファンの方もいて、なんか 0.3% みたいな。へえ。ふうに見て 0.3% みたいな。人間一人完成しないじゃないかみたいなぐらいのパーセントで選んでいただいたんですけど、そのオーディション時はもちろんマノサバの内容も知らなかったですし、そうなんです。本当にオーディションゼリフ、公開されてる3つ4つぐらいのセリフしか知らなくて、なのでこのマノ村の存在ももちろん全く知らなくて、なんならマノサバの収録が終わってからくらいに、実は二階堂ひろはこれからも出ますみたいな言われて、みたいに思ったら、これからも出ますどころか 3作目もみたいな感じだったので、ついに迎えるみたいな気持ちで、はい、びっくりでした。本当に聞いた当初は。じゃあなんかその知らないままの感じが良かったのか。そうですね。もしかしたら、そうかもしれないです。なんか身構えすぎず、はい、やりきった6000ワードって思ったらまだ出ますみたいな。ありがた嬉しいけど、みたいな、もうまだ苦しむの二階堂ひろはみたいな感じでしたね。じゃあずっと正していくんですね。ずっと正していくんだと思います。休ませてあげたい。ね、休ませてあげたい。でもね、飲酒村がやってまいります。ではそこからの魔法少女の飲酒村のご紹介参りましょう。
さあ本作は2026年内の発売に向けて鋭意開発中の魔法少女を吊るすアドベンチャーゲームで、ハッシュタグや略称マノムラとなっております。そしてなんと Steam でウィッシュリストの受付開始されました。皆様ぜひご登録ください。ぜひぜひ。しかし前作もまだまだ湯気が立っている印象あるんですけれども、もう飲酒村というかマノ村2026年内。そうなんです。今年本当に？我々も本当に？あれだってあと半年くらい。そうなんですね。半年何も知らない。何も知らないけど。お二人も。そうなんです。はい。だから今回その出演させていただくってなって、台本見ながら、あ、そうなんだみたいな、全部ね。そうそうなんだって思いながら。なので、なんです。半年頑張るけど。楽しみだな2026年代。本当に実にそんなベールに包まれているマノ村ですが、どういったゲームでどういった登場人物がいるのか、ここですでに公開されている情報のおさらいと新情報をお届けしてまいります。では東雲さんお願いいたします。魔法少女の飲酒村はマノサバと同じくアカシアが開発しています。シナリオは北みなみさん、祁答院誠さん、キャラクターデザインは梅丸さんです。北さんは前作に引き続きですが、ここに祁答院さん、そうなんです。シナリオにホラーゲームの第一人者である祁答院誠さんが加わって、さらにみたいな感じになっております。どれだけ味を濃くしたいんでしょうね。そうなんです。もともともうマノサバでホラーみたいなもんだったので、そうなんです。味濃すぎますね。ちょっと本職が加わってね。そうですね。なってしまうのか。そしてキャラクターデザインの梅丸さんも、アカシア制作の作品はもちろんのこと、本日特集された地獄楽パラダイスバトルでもキャラクターデザインを担当されるなど、個性豊かなキャラクターを数多く生み出されています。なので前作からもパワーアップ、ボリュームアップは間違いなしですね。そうですね。2026年中に発売。そうです。ハラハラ、気持ちが追いつくのだろうかね。だってこれからですもんね。二人はね。じゃあちょっと今日はね、あらすじもいただけると伺っておりますので、こちら三木谷さんにお願いいたします。ではあらすじのご紹介です。魔法をもらった日が命日。綿貫咲夜が古びた社で目を覚ますと、目の前に全身から花を咲かせた少女の死体が吊るされていた。とある目的で親友と共に村を訪れただけのはずなのに、自分の身に何が起こってしまったのか。同じく社に生き残っている少女9名は全員、片目から花が咲いていた。やがてお世話係の少女、夢見が現れ、状況を説明する。あなたたちは、神花のために選ばれた魔法少女たち。毎晩20時の花向けの儀にて、神花に捧げる少女が選ばれ、吊るされる。うわー、選ばれたくない。毎晩1人減ってしまうんです。シンプル計算9人なので9日で終わっちゃうっていう、確か年別なんですよね。そうなんです。シンプル計算する。そんなわけはないと思うんですよ。私はそんなことを、むしろそれだったら優しいレベルだったろうなっていう、心仮面では吊るすだけじゃないけど、ただ吊るしたって9日で終わっちゃう。毎晩はね、毎週ぐらいというか、いや毎週でも多いのに。毎週でも多いですよね。でそういったね、9名、どういった方が吊るされていくのか、ここでちょっと登場人物見てまいりましょう。では吊るされていく少女たちの紹介です。お願いします。まずはこちらです。私、三木谷奈々が演じさせていただく綿貫咲夜です。親友と共に村を訪れ、花向けの儀に巻き込まれたのですが、その親友からとある理由で長らく奴隷のような扱いを受けているというキャラクターです。過去への介入、干渉ができるという魔法を持っているということです。親友大丈夫ですかこれ。親友がやばい。どんな理由であっても奴隷のような扱いを受けたくない。でもきっと理由があるのかも。これ第一印象としては三木谷さんいかがでした？そうですね。私前作マノサバのエマちゃんがすごいボーイッシュなキャラクターだったんですけど、今回はすごい本当に女の子らしくて、おしとやかで可愛いキャラクターだなと思いつつ、なんだかすごく表情が浮かない感じなので、この辺はやっぱりその奴隷の
扱いが関係しているのかなとちょっといろいろ考えているところです。そうですよね。ニッコニコでも怖いもん。逆にキャピキャピしても怖いけど、はいやしかし確かに三木谷さんとしてはね、一気にこう印象というかね、はい変わりましたね。そうですね。キャラクターとしては。違った魅力を出していけたらと思います。じゃあそうなるとこの方はきっとはい変わらぬ正しさがあるのかもしれません。変わらぬ正しさ。はい、お願いいたします。じゃあこちらです。はい、ということで私、東雲春が演じる二階堂ひろです。はい、村の外からやってきた正しさを追い求める少女で、村のことを調べているらしいです。友人思いでどんな状況でも落ち着いているので、頼りになる一方、非常に苛烈な面があり、正しくないと認定したものに容赦しないというキャラクターです。はい。はい、もう第何印象になるのか。第何印象、そうですね。3度目まして、第3印象。そうですね。はい。でもまあ、相変わらずでいてくれて嬉しいなという気持ちもありつつ、何度君はそんなところに押し込められるんだという気持ちもありつつで、はい。なんかもう本当に、ひろちゃん、こう、間のサバで、結構ね、もうやりきったな、みたいな。あんなに頑張ったのに。あんなに頑張って、あんな感じだったのに、また、こんなところに共に強く生きようなという気持ちでいます。はい。でも良かったです。じゃあ変わらず、なんかこういうのって同じ登場人物キャラクターでも変わってしまうパターンとかもあそうるので。ですね。結構なんかすさんでとか、なんかもうね、うん正しさなんてどうでもいいとか言い始めたらどうしようかなみたいな。ありましたよねその。可能性だってある中で、ね未だに正しさを追い求めて強くいるっていう、あはいと新しい髪型が見られて嬉しいなっていう人は多いですね。そうですねロングストレートだったのが2作目3作目で、今回はポニーテールで、うん、結構みんな待望だったんじゃないかなって、ポニーテール見たいみたいなそうです声もね多。かったので、はい。確かにお衣装であったりとかもね、だいぶ全身の表情変わりますからねそう。ですはね。い、では、そんなお二人に続いてはい。非常にいろんな方今回いらっしゃいますからね、ご紹介いただきましょう。はい。では次はこちらです。まずは薬師堂しーちゃん。村唯一の医者一族、薬師堂家に育った礼儀正しい清楚な女の子です。体が弱くうっかりも多いのですが、神花になるために人を殺すことも厭わないという一面もあります。はい。そして義妹の薬師堂あまねちゃんです。薬師堂家の実の娘であり、かわいそうなものを愛する歪んだ自虐趣味を持っています。義士の C を特に気に入っていて、その不幸を何より愛おしいものと思っています。歪みないですね。そうですね。こんなに可愛いのに、ね中身はとんでもなくレイジーで。お二人ともなかなか、うん。でもキャラクターデザインとしてはやっぱり華やかで、そうですねね。可愛いね、素敵ですよね。ハイセンスで。いやでもな、ちょっと二人とも怖いというか、だって人を殺すことも厭わないんですもんね。友達特にねにね。そうですね。うん厭わない、そもそも選択肢に普段はないですよね。ないね。厭わないということは、そうなんか普段から殺人をよぎっているのだろうかみたいな、いろいろ考察が。ちょっと姉妹揃ってね、姉妹揃って。はい恐ろしい感じですが、はいさあでは続いてどんな方がいらっしゃるんでしょうか。はい、続いてこちらです。はい、木崎みーみーちゃん。お家の役目として花向けの儀を管理している村の双子です。はい。世界のすべてが大嫌いで、いつも不機嫌そうな女の子。姉のルールーとはいろいろなものを半分ずつ分けて生まれていて、嫌いの感情はミーミーがすべて持っています。はい。対して、双子の姉、木崎、ルールーちゃん。世界のすべてが大好きで、いつも笑顔の女の子です。好きの感情はルールーがすべて持っています。どういう形なんでしょうこれは。そうなんですよね。しかも花向けの儀を管理している女の子たちってことで、その黒幕側と言いますか。そうですよね。そうなんです、この二人人。間なのかみたいな。吊るされる側ではない。吊るされる側ではないのかもしれないし、上なのに吊るされちゃうなんてこともね、あーやりかねない。なくはないですよね。そうですけれどもこう好きがあって嫌いがあるのかなって表裏一体だと思ってたんで。ですね、確かに。どういう好きだけしかないのか。ねえ、確かに何を思ってして立つのか。ねえ、好き、全部が好きっていうね。ねそうですね。あとなんか姉妹と双子両方とも作品に入れて珍しいなと思って、そうなんです。今紹介してね。ねここまで4名。ね
そうなんです。珍しい楽しみ。ね違いがね。ね、しかしこう誰一人としてちょっとなぜ今のところ。言葉を選んでしまうんですけど、そろそろなんかこう普通の人いないかなみたいその人いないです。それでもな。ね、では参りましょうか、続いて。はい、では続いてはこちらです。柴千羽ちゃんです。神事を代々司る柴家の娘で、はい自分を神様だと思っています。他人に優しく寄り添う聖女のような存在で、はい前回の花向けの儀では9歳でありながら神花候補に選ばれました。そして墨垣いとりちゃんです。村で唯一の旅館にして顔役、墨垣家の一人娘です。都会に憧れる明るいギャル、愛されキャラを目指していて、友達を何より大事にしています。あれ、この方はいい方なんですか。そうですね。来ましたね。ついに来た。唯一の光が。千羽さんもちょっと思い込み激しいけどいい人かもしれない。そうですね。一応聖女だって言ってますから。はいここまで来るとでもどうなんでしょうね。なんかこの村だと逆に異質なのかもしれませんしね。確かに。いやでもなんかやっぱこういう、かわいそうな目に遭う系の作品って、こういう光のキャラクターが一番ひどい目に遭って、一番苦しめられるみたいな多いから不安ですよ。もういとりちゃんを守る会をそうですね。だからいとりちゃん心配になってきてます。もしかしたらいとりちゃんが何か持ってるかも。確かにしれあない。ーこどのこまで来たら方向で裏切ってくるか。楽しみなキャラクター。はい。そうですよね。普通の人がいるわけがない。いるわけがない。そういう作品ですもんね。そうですね。ねそしてまだまだねいらっしゃると。そうなんです。というわけでその他こちらです。はい。おお。青葉きらちゃん、はい猫溝のらちゃん、三影りずちゃん、黒柳まりあちゃん、あわわゆめみちゃんといった個性豊かなキャラクターたちが登場します。はい。まあこの方々も吊るされる皆さん。そうですね。現状吊るされそうですしまうのかな。まあ吊るされそうだなとは思いますけれども。そうですね。ゆめみちゃんはもう公開されてますけど、はいなんか運営側なんじゃないかなみたいなあらすじでね。はい。この方にその方に村長ああ村長。あ前回極長だったんですけど、そのはい間の差がでは。そうですね。のかなという。でもノラちゃんとかデザイン的にもうすごく好きですね。おしゃれ。でも銃持ってるんですよね。気になるのが。本当だ。うん殿様も銃持ってたんですけど、一人また銃を。そうね。本当だ。今のところはっきり武器持ってるのはキリ初めて。ね、まだキラちゃんも後ろからね、こうあれね出してこれ武器かもしれないそうですよね。うん武器を持ってますね。ねじゃあこの方々がまあどうなるのかというか、まあ吊るされるのかどうなるのか。はい。それは物語を楽しみにしていただければと思います。はい。はい。では登場人物ご紹介したところで、まあゲーム内容についてもちょっとお伺いしたいのですが、はい。まだまだやっぱりお話しできないことが多い。多いですし、私たちもあまり知らないことも多いですし。話してもあと半年なのに。はい、というところなんですが、今日は言える範囲でいろいろお伝えしていけたらと思います。はい。そしてこのゲームなんですが、はいあえて一言で言うのなら、魔法少女の飲酒村は生贄サスペンスノベルゲームだということなんですが、初めて聞くワードですよね。当たり前みたいに言われてるんですけど、これだ今言えることこれだけ。けって。生贄しか言えない。権利がね大事ね。はい。でもまあ生贄かなり重要ワードなんですよね。そうですみたいですね。だいぶ怖いですけど。怖いよ。はい。生贄っていうのがその毎晩20時の花向けの儀ではい神花に捧げられる少女が選ばれる、これが生贄の儀式なんですが、こちらの儀式が物語の大きな軸になっているということなんです。でも先ほどの単純計算でここの方が、ね、どうするのこれは。はい。ね何もわからないですよ。神花が何なのかもわかんないし。お二人も本当にそうなんですよね。そうなんです。捧げられてどうなるのかも知らないし、何のためにみたいな。なんで捧げるんだ。どうしてそんなことをするの？生贄だから。確かに。本当に。なぜってね、あとそれぞれ皆さん咲いてるお花も違いましたしね。あれもなんかやっぱりこうオタクの皆さんって花言葉大好きだから、大好きですね。そこからちょっとまた感じ取るものも多そうなんですよね。確かに。はい。一個一個調べて考察したい。ね。はい。
そして前作とちょっと違う点もあると伺っております。はい、そうなんです。うん本作が、前作よりもさらにいろんな視点から物語が描かれるということなんです。ははい。主人公の咲夜だけでなく、うん様々な少女たちの視点を通して、はい。村の因習やそれぞれの秘密が見えてくるらしいです。らしいですね。らしいです。うはわ、なんかすごい見たくないもの見ちゃいそうな感じそうも。ですね。なんか一見悪役とかに見えて、もうなんか実はこんなことがあってみたいな知っちゃった日には、もう誰を恨めばいいのかわからないし、みはいたいな苦しい。でもなんか同じ事件でもいろんな視点から見れるっていうのはまた前作と全然違うシステムで面白そうだなって思います。そうなるとプレイ時間とかもかなり増えるんでしょうか。確かに。確かにそうですね。うん。かもしれない。ね、いろんなこう通り道というかね。はい。ここまででもうん誰かしらは当然吊るされる流れになりそうですそうで、ね。誰が一番吊るされそうとかってあるんでしょうか。うん、私はイトリちゃん。やっぱそうね。いとりちゃんちょっと心配だな。確かに確かに。人が良さそうだし、うんそうだね。他の人が行くならみたいなあ、自己犠牲してそっしまう。か。確かに確かに。はい、心配もあります。なんかでもキラちゃんとかも吊るされるの似合いそうというとちょっとあれなんですけど。確かにではある。でもなんかこういう作品もそうなんですけど、みんなファンの方もなんですけど、PV の紹介順をすっごい気にする方多くて、はい。そうなんです。キャラクター出てくる順。うんうんそれで言うと二階堂ひろちゃんが結構中盤でさらっと紹介されるので、どんな立ち位置なんだろうとは思ってて、魔法少女の魔女裁判とかはね、結構最初から見ていて、あ、こういう順なんだって思うところとかもあったので、関係ないわけはないやろと思ったら、はい。ゆめみちゃんの前に紹介されるのがリズちゃんなんですよ。おーということはリズちゃんなんじゃみたいなのは、なんか絶対リズちゃんなんかあるよねっていうのは、それこそ親友役なので、つまり奴隷扱いをしていたのはリズちゃんなのかなみたいな。やばい親友はやばい親友はリズちゃんっていう。ちょっともう一度このスライドというか出せますか。キャラクターが確かに。ねうんリズちゃんすでに疑いがかけられてる。結構ファンからかけられていて、うんそうなんです。はい、中心に。そう、ど中心。うん。うん。どうなんでしょそうなんう。です。なんか前作のヒロちゃんとちょっと雰囲気似ているという。似てるみたいな、あーそのそうですねツインみたいなイメージで結構ファンからはね、言われているところ多くて、怪しいですね。そうなキャラクター紹介もすごいなんかなんかもう結構強気で、結構ヤバめな女の子。ヤバめな女の子多いです。そうですね。ほとんど皆さん険しいとは思うんですけども。ねこれが当たるのか外れるのかみたいなの楽しみですね。楽しみです。ですしやっぱいろんな視点もね今回ありますので本当にもう点が線になってそうですね。球体のようにね。あるんじゃないかなと思いまして、はいまあ本当にねお話できるのがこのあたり気になる点も多いのですが今後の続報をお待ちください。魔法少女の飲酒村は公式 X にて今後も最新情報をお届けいたします。また X ではリュッカさん作画の宣伝漫画も展開中です。漫画は非常に愛らしい。そうですね。はいほのぼの。ね本当に。ほのぼの2コマ。なんかマノサワの時も、大事に積み上げる必要がありますって怖い一言があって。崩した目にはまず積み上げるっていう。そう明石家ね。はい。性格の悪さが。そうですね。そうですね。正確性格の悪さが出ちゃってますが、弊社の性格の悪さが。知っていくと怖い点もきっとね感じ取りやすいかもしれません。ぜひこの漫画とともにそして、ゲーム本編ねウィッシュリストの登録はもちろん公式 X のフォローもよろしくお願いいたします。本当に私たちもまだまだ知らないことばかりなので、これからの続報もすごく楽しみです。はい。ですね。実は私たち先ほどから言ってるように何も知らないということは、ボイス収録がまだなんです。はい。あと半年なのに。そうなんです。ごい。はい。なので、これから、どんな、この少女たちを見せられて、どんなお話を、私たち迎えるのだろうかっていう、はい、少女たちのね、ストーリーを、これから覚悟しながら、はい、挑みたいなという所存でございます。そうなるともう新鮮な状態で発売されますね。そうですね、本当に。はい。ですので鮮度の高いこの魔法少女の飲酒村ね、ぜひ皆様ご期待ください。はい。さあ続きましてグッドスマイルカンパニーから関連グッズ展開のお知らせです。
はい、現在グッドスマイルフェスグッスマゲーム企画展を開催中です。5月上旬に開催された魔法少女の飲酒村ポップアップショップで展開されたグッズを再入荷の上販売しております。本日ご紹介した魔法少女たち全員のアクリルスタンドもございます。はい。また大型スクリーンでの映像放映や等身大アクリルスタンドも展示中です。6月14日まで開催していますので、ぜひ秋葉 CO ギャラリー1階までお立ち寄りください。はい。はい。そしてただいま二階堂ひろのネンドロイドが受注を受付中です。受付期間は6月10日までと残り5日です。はい。急がないと。急がないと。この実際ご覧になったと伺っていかがでした？めちゃくちゃ可愛いんですし、もう差分、表情差分がありまして、いろんな顔させられるんですけど、その表情差分だけじゃなくて、ファンがめちゃくちゃ興奮してたのが、あ、ヒカキボこれだったんだっていう答え合わせが初めてできて、そうなんです。だからヒカキボが持ってるヒロちゃん、すごい恍惚とした表情で血まみれになっているっていう。ネンドロイドで血まみれなことってあったんだろうか今までっていう。表情差分でそれをつけてくれたっていうことですよね、今回。そうなんです。あとネンドロイドもですけど気になったのこれまだゲーム発売されてないけど、飲酒村の今日紹介した魔法少女たちアクリルスタンドあるんですね。そうなんです。本当ですね。はい。発売半年前にして、そうなんです。全員のアクスタが手に入ってしまう。どんな目で吊るされるかわからない状態で手に入れることができるので、はい。プレイした時に吊るされた瞬間、あーってできるみたいな。はい。もうすでに持っとけばみたいなできます。そうですね。増える。はい、増えます。ぜひそれでちょっとね発売スタンバイしていただいて、ね皆様ねこちら秋葉 CO ギャラリーまでお越しください。はい。はい、そして続いてですね。はい。はい、続いてアンアンとミリアのぬいぐるみ、こちら魔法少女魔女裁判ですね。新たに受注開始となりましたので、グッスマ公式ショップをチェックしてください。かわいいね。さらに、アメリカロサンゼルスで、7月2日から開催のアニメエキスポでもグッスマのブースで映像出展を計画しています。今後もグッスマからの商品宣伝展開にご期待ください。海外の反応気になりますね。気になりますね。アメリカで少女が苦しむのははてさて受け入れられるのだろうかっていう気になりますよね。ですし、これ本当日本の文化だと思われたら大変ですけれども、大変な誤解が生まれてしまう。どんな反応なんでかわいそうってなるのか、エキサイティングみたいな感じになるのか気になりますよね本当に。結構日本はエキサイティング寄りなんですけど、反応としては確かに感動って一言で言ってもいろんなね。エキサイティング。ちょっとぜひ海外の方プレイされたら反応ねというかコメント感想よろしくお願いいたします。はい。さあここまで魔法少女の飲酒村についてご紹介してまいりました。まだまだ話せないというか知らないことがたくさんある中でありがとうございます。最後にではねメッセージいただきたいと思いますが、三木谷さんいかがでしたでしょうか？はい、前作大ヒットをさせていただいた魔法少女の魔女裁判の続編ということなので、こちらに期待していただいている方もたくさんいるかと思うんですが、もう前作を超えるぞという気合で制作陣一同より面白いものをより入り込めるものを作ろうと、頑張っておりますので、こちらも楽しみにしていただけたらと思っています。私もさくやちゃんたくさんの皆さんに愛されるように心を込めて演じていければと思いますので、さくやちゃんも期待していていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では篠宮さんお願いいたします。はい、改めまして二階堂ひろちゃん3回目の出演ということで、本当に二階堂ひろちゃんのマノサバの時からすっごい愛されていて、ありがたいことに私の中でも愛されるキャラクターになったらいいななんて思いながら演じたので、すごい嬉しい反面、愛された上にまたさらに突き落とすっていうアカシアの策略に皆さんどっぷりとハマっていただいているんじゃないかなと思いますけれども、また今回も本当皆さんが
またゼロに戻った気持ちで最悪な気持ちになれるようにしっかり愛を込めていきたいと思います。一応私たちもねなんか被害者みたいな顔してますけど、一応運営側というか実は私たちももう皆さんの最悪を作る側なので一生懸命心を鬼にして頑張りたいという気持ちと、まだ魔法少女の魔女裁判プレイしていない方はですね、なぜこんなにも二階堂ひろちゃんが出ているのか、そしてネンドロイドができたりとかグッズ多すぎないかみたいな気持ちはあると思うので、ぜひとも発売される前に、魔法少女魔女裁判をプレイしていただいて、そして驚きの2作目もまだリリースされていないのでそれも急いでプレイしていただいて、魔法少女の、シリーズをね、3作目楽しんでいただけたらというふうに思いますので、ぜひ二階堂ひろちゃんにね熱い思いを抱いてリリース日にプレイしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ぜひ皆様この機会に触れてみてください。さあ、お二人にはこの後もお付き合いいただきたいと思います。続いてはこちらのタイトルのご紹介です。さあ、ここからは機動警察パトレイバーザ・ケースファイルズをご紹介いたします。そしてお二人にも引き続き、お付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは機動警察パトレイバーザ・ケースファイルズでどういったゲームなのか、こちらをご覧ください。機動警察パトレイバーザ・ケースファイルズは、機動警察パトレイバーの数々の名シーンを追体験する家庭用 3D アクションゲームです。読者二課と相対する側それぞれの視点でプレイできるのが特徴となっております。また登場するレイバーは20体以上、イングラムはもちろんグリフォンや霊式に乗ることもできます。射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモードなど、ストーリーはもちろんアクションも余すところなくお楽しみいただけます。このパトレイバー、さっきの飲酒村に欲しいですね。そうですね。飛んで破壊してほしいですね。そうなんですよ。流れとしてこれゲームそうですね。違いすぎて、ね、確かに警察今だぞ。そうですよね。少女たちだけに戦わせるからそんな悲惨なことになるんですよ。練習村からのパトレイバーなかなかだなと思って。でもね、相対する側は本当にこちらもね、それぞれの視点で触れていただけますので、簡単にちょっとあらすじご紹介させてください。レイバー、それは産業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増しました。警視庁は特殊二課パトロールレイバー中隊を新設して、これに対抗。これが通称パトレイバー。このパトレイバーの誕生であるといった、ファンの方にはおなじみの導入なんですけれども、もう世代によってはといいますか、パトレイバーご存じない方もいらっしゃるかもしれません。東雲さんって聞いたことはあるんですか？タイトルは存じていたんですけど、その内容はまだ知れていなくて、今こうやって内容を聞いて、結構その警察ものとか好きで、なので警視庁とか特殊二課とかっていうワードにすごいワクワクしちゃうので、内容も気になりますし、この追体験ってことだったので、つまりは本家がアニメとかあるっていうことなので、もしそのゲームからプレイしたのであれば、実際のお話の方を見るもできますし、お話見てからそれに自分がプレイできる側になっちゃうみたいなのもできるし、すごい楽しそうだなって思いました。大正解。大正解出ました。いただきました。さすが正す人だ。正しい。本当におっしゃる通り、追体験ではございますがね、ある人によっては新体験になるかもしれません。そんな機動警察パトレイバーザ・ケースファイルズ、現在パッケージ版の予約受付中です。プレイステーション5版数量限定パッケージ特装版には、特典としてゲーム限定カラーのグリフォンのプラモデルと本作のオリジナルサウンドトラック CD がついてきます。すごい。
サントラには河合圭司さん書き下ろしのオープニング曲ザ・ケースファイルズを含む30曲を収録しております。めちゃめちゃ入ってる。嬉しい。皆様ぜひご予約ください。そしてスチーム版ウィッシュリストの登録受け付けております。2026年夏いよいよ発売となりますのでご期待ください。そしてゲームはもちろんですが、盛り上がっているのが現在公開中、機動警察パトレイバーイージーですね。こちら全3章構成で現在ファイル1公開中です。もうご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。現在も公開中です。そして8月からはファイル2も公開予定。新たな世代の特殊二課が紡ぐ物語、ぜひ劇場でご堪能ください。さあ、続いてご紹介するのはこちらの作品です。ようこそダークオークションへ。私はこのオークションを取り仕切るオークショニア。あなたもこのオークションに参加し、これから行われるすべてのオークションを成立させるのです。ところで、本日のオークションのターゲットと出品物については調べましたか？調べ終わったら私の部屋へ来て報告してください。あなたがどんな動きをしているのか、誰があなたに近づこうとしているか、私はちゃんと見ていますので。この記憶フィルムの修復と引き換えに出品物を贈与する、それがオレブ協会の目的であり、このダークオークションのルールなのです。ではこれより今宵のダークオークションを開催いたします。本格ミステリーアドベンチャーゲームダークオークション任天堂スイッチ2エディション6月11日発売となります。こちらのダークオークション、2026年1月発売した、ミステリーアドベンチャーゲームでして、原作シナリオはアナザーコード、ウィッシュルームをはじめ数々のミステリーアドベンチャーゲームを手掛けられた鈴木里香さんが務めています。本作の舞台は1981年、ヨーロッパの古城で開催される奇妙なオークション。そのオークションに参加したきり戻らない父親を迎えに、古城へと向かった主人公のノアが、ある衝撃的な光景を目の当たりにします。探索、推理、考察、そして豪華なキャストの皆さんが作品を彩るダークオークション、任天堂スイッチ、スチーム、プレイステーション5で現在発売中となっております。これちょっと気になってやってみたかったんですけれども、なんかすっごく頭悪いことを言うんですけど、こういうゲームって頭良くなった感じしていいですよね。そう確かに。すっごい頭悪い発言なんですけど、わかりますですよね。ね、でこの、ね、本作ですがいよいよ任天堂スイッチ2でも発売ということで、任天堂スイッチ2エディションではこの解像度やフレームレートの向上、さらに読み込みの高速化などより快適なゲーム体験をお楽しみいただくことができます。すでにですね、任天堂スイッチ版をお持ちの方、なんとアップグレードパスをご購入いただくと任天堂スイッチ2エディションで遊ぶことができます。はい、なので買っちゃったよという方も嬉しいです。はい。でこのパッケージ版ですね、早期購入特典としてランダムトレーディングカード全9種類ついてまいります。ダウンロード版もございますのでお好みに合わせてご購入ください。ということで三木谷さんね、ちょっとミステリーお好きって。そうですね、ミステリーも大好きですし、このさっきあったんですけれども、ウィッシュルームっていうゲームが大好きでして、そちらと同じシナリオの方の鈴木里香さんが、シナリオを書かれているということで、今がぜん興味が湧いてしまいました。ですし早見翔さんのね、かっこいいというか、鳥のオウム喋ってました。あれだけでちょっと心をつかまれるところありましたよね。獣人間みたいなのが大好きなので、それも刺さってしまいましたね。そうですよね。異形頭とめっちゃ好きだから。そうです。お二人もなかなか結構クレイジーでいらっしゃる。でもオークションとか大好き。なのでかなり惹かれるポイント多かったと思います。ご存知なかった方もぜひこちらのタイトルね、ご期待でございます。
さあ皆様長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。グッドスマイルフェス2026新作ゲーム特集、そろそろお別れのお時間となってまいりました。グッドスマイルカンパニーがお送りするゲーム情報盛りだくさんでしたが、気になるタイトルございましたらぜひプレイしてください。そして番組ハッシュタグハッシュタググッドスマイルフェス、こちらで番組の感想、そして要望、こんなことがあったらいいなというのをぜひぜひご投稿ください。さあまずは三木谷さん、本日いかがでしたでしょうか？はい、今日は出演する間野村をはじめとして、いろんなゲームにこうやって触れることができてすごく楽しかったです。はい、はい、間野村まだまだわからないことばかりって何回も言ってしまって申し訳ないですけど、本当にそうだからね。本当にそうなんですけれども、私たちもだからこそどの少女が釣られてしまうのかとか、この村に一体何があるのかとか、今からいろいろ考察したり推理したりしながらすごい作品を待ちたいなと思っているので、ファンの方も一緒にいろいろ考察したりしていろいろお声を聞かせていただけたら嬉しいなと思っているので、たくさん推理して推理を戦わせていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。時期的にでもゲームショーのあたりには出てるんじゃないかなって何かしら。そうね、篠波さんも昨年ねゲームショーもね出てますので、ね、出てなかったらまた何も知らない状態で相談することになってしまう。出てほしいなとそうですよなんならね。さすがにね。思いがおそらくその頃にはきっと何かしらね出てくるはずで、改めていかがでしたでしょうか？はい、改めてご紹介いただきありがとうございました。もう何より一足先に私たちが知るきっかけをいただけて嬉しいという気持ちもありつつ、そうなんです、そうなんだを知れて嬉しいですし、ちょっと心構えがね、できてありがたい気持ちもありつつ、今日ご紹介した作品、なんか私見てて結構間野村とか間野サバ好きな人に通ずる部分あるなってめっちゃ思って、というのも二階堂ヒロが好きな正しさを求めてほしいからパトレイバーで警察をやっていただいて、なんかあれですよね、犯人側と警察が両方できるみたいな話だったので、正される側も体験できるというお得セット、正しいお得セットが体験できますし、もちろん言うまでもなくやっぱミステリーゲームとか推理ゲームが好きな方っていうのももうやっていただいてっていうので、結構間野サバとかはよくファンの方言われてたんですけど、その証拠はこれだって言ってるのにどれだみたいなみんなだって分からずとりあえず当てずっぽうでやってるみたいなのを結構散見したので、今のうちにもう推理ゲームいっぱいやっていただいて、推理の力をいっぱいつけていただいて、そうですね、もうすべてもう分かるぞもうみたいな、もうオープニングの時点でこいつが犯人だって分かるぐらいな感じになっていただいて、間野村を訓練した面構えが違うぞになっていただいて、迎えていただけて嬉しいなって思います。はい、ゲームやりましょう。いろいろこしらえて飲酒村へ向かいましょう。向かいましょう。みんな心を強くしていきましょう。ありがとうございました。そして6月6日7日は東京秋葉原にて、8月22日23日は大阪梅田にてグッドスマイルフェス2026リアルでも開催いたします。本日ご紹介したタイトルをはじめ様々なアニメ、ゲーム作品のフィギュアなど一堂に会する機会となっておりますので、展示だけでなく物販もねございます。ぜひ会場に足をお運びください。それでは本日はここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。